今日も頑張ってるね。適当なところで休憩してね。ありがとう。でも適当にやってるから大丈夫だよ。全然適当じゃないよ。すごくいい仕事だと思うよ。そんな風に言ってくれるのあんたぐらいだわ。そう？この仕事に適当なのはわさび以外いないよ。適当。JLPT N4 レベルで勉強する副詞、名詞な形容詞です。この言葉には3つの使い方があります。1、ある性質や状態、リクエストなどに合っていること、マッチしていること。これは少し硬い表現です。ビジネスや書き言葉でよく使います。適当な答えを選びなさい。この商品は500円が適当だと思います。この仕事に適当なのはわさび以外いない。簡単に言うと、これはぴったりだという意味です。仕事のポジションの場合は適任。正しさを伝えたい場合は適正などと言い換えることもできます。2、度合いがちょうどいいこと。特に量や大きさ、何かのレベルやボリュームなどがちょうどいいことという意味で使います。適当に仕事を振り分ける。適当な大きさに切る。適当なところで休んでね。自分にとってちょうどいい、いい感じという意味と、一般的に考えてみんながイメージするだいたいこのくらい、アベレージというようなニュアンスもあります。3、やり方、方法などが真面目ではない、あまり良くないこと、真剣ではない、その時、その場面に合わせてうまくやる。悪い意味でイージーゴーイング、ラフ、クオリティが良くないという意味です。適当な人が嫌いです。適当なことを言うな。適当にやってるから大丈夫。これはネガティブな意味です。特にこの適当なことを言うなというフレーズ、ドラマやアニメでも時々登場しますよね。これは本当かどうかわからないこと、調子のいいこと、不真面目なジョークのようなものという意味です。B が言う内容は A にとってポジティブの時もあればネガティブの時もあります。だいたい B のことを信頼できないと思っている時に使います。適当の適はふさわしい、よく当てはまるという意味で、当は当てはめる、割り当てるという意味です。では、どうして3のように悪い意味でも使えるんでしょう。例えば、エアコンやシャワーの温度、勉強や睡眠時間のぴったり、ふさわしいって人によって違いますよね。これらは自分にとってのベストです。他の人は関係ありません。でも、他の人が関係している場合、何かを真剣に考えなければならない場合もたくさんあります。信頼や正しさを無視して自分にとってのベスト、一番簡単な道
を選ぶとどうでしょう。他の人は良くないな、無責任だな、雑だな、と感じることがあると思います。これがネガティブな適当です。ネガティブな適当は他の人から見てちょっと自己中心的だったり真面目じゃないなというニュアンスで使うことが多いです。他には壊れてたから適当に直しといたのようにその場しのぎの大雑把に簡単に一時的な仕事をしましたよという意味やごめん今日疲れてるから晩ご飯適当でいいのように申し訳ないと思ったとき、自信がないときなどに自分で自分に使うこともあります。どちらかというとネガティブな使い方をイメージする人も多いと思いますが、もともとの使い方はそれ以外の使い方です。コンテクストには気をつけましょう。適当を使ってどんな文を作ることができますか？コメント欄で練習してみましょう。皆さんの文をチェックして正しい文に修正します。みんなでやってみよう。Thank you for watching my video and おつわさびーも。バイバイ。